ご視聴ありがとうございます。今回は東京有数の拠点駅に迫ります。継ぎ足しながら発展した駅の事情と混雑への対応策などを解説します。管理者が3回変わった理由とは一体何なのでしょうか。私が今乗っているのは東京メトロ半蔵門線の列車です。東京都心をおおむね北東から南西に結ぶ紫のラインカラーのこの路線の両端で他車線と直通しています。次の駅が渋谷駅です。半蔵門線の起点であり、ここから東急田園都市線に直通しています。一方の田園都市線は、ここ渋谷駅から中央林間駅までを結ぶ全長 31.5 キロの路線です。東急では後の方に開業した路線でありながら、利用者数は東急で最も多く、首都圏有数の混雑路線として知られています。渋谷駅で折り返す列車は限られ、ほぼ全ての列車が両線を直通します。一方、半蔵門線と田園都市線が共用するホームの他に、東急東横線と東京メトロ副都心線が共用するホームもあります。双方は改札内でつながっており、全体が地下にあります。私が乗っているのは、10両編成の下り先頭車両です。東横線、副都心線のホームとは最後尾のあたりで T 字につながっており、この車両はつながっている場所から一番離れています。駅の自動放送は東急の仕様です。ホームに降ります。線路は上下線1本ずつで、間にホームがある一面2線、島式と呼ばれる構造です。すべての列車と乗客をさばく割に、かなりシンプルな設備です。隣の2番線には、渋谷止まりの回送列車が停車中です。早朝や深夜に渋谷駅で田園都市線方面に折り返す列車があり、この列車はその一つです。一旦半蔵門線内に入り、渋谷駅の横にあるポイントで折り返してから、下り1番線に入ります。ただし、時間帯によっては2番線からそのまま下り方面に折り返す列車もあるため、柱にはこのような注意書きもあります。下り列車を見送ります。この奥には半径300メートル、そして半径250メートルのカーブがあります。なるべくカーブを少なくした田園都市線の地下区間ですが、真上の道路との兼ね合いで、ここには急カーブがあります。そしてこの奥には、上り線と下り線をつなぐ線路があります。これは2008年に新設されたもので、翌年6月のダイヤ改正以降、定期列車でも使われています。なお、2014年から2021年までは、日中にも渋谷駅が始発終着の田園都市線の列車がありました。渋谷駅には折り返し用の線路がない一方、日中は本数が多く、本線で折り返す時間が取れないため、それらは渋谷駅付近で折り返すのではなく、4駅先の駅の折り返し線で折り返していました。半蔵門線内を運行するのは東京メトロの乗務員なので、回送列車のためだけに他社に業務を委託するという、かなり珍しい列車でした。感染症の影響で需要が減ったため、余分なコストが発生するこれらの列車は廃止され、未だに復活していません。ホーム終端の様子がこちら。このホームができたのは、1977年4月。構造物は東京メトロの前身である営団地下鉄の仕様で建設されたものの、サイン類は東急の仕様になっています。ここはホームの一番端であるほか、他の路線との乗り換えに一番不便な場所なので、人は少なめです。まずはこの駅の全体像と、営団と東急の仕様が混在する施設の歴史をおさらいです。渋谷駅に乗り入れる路線の配置がこちら。ただし、これは近年の改良工事の結果によるものも多く、今の田園都市線の前身の一つ、新玉川線が開業した頃の配置がこちらです。副都心線と埼京線は未開業、井の頭線と銀座線のホームは今とは場所が違いました。新玉川線は、東急が進めていた神奈川県北部のニュータウン構想、多摩田園都市構想の鉄道アクセスのために建設された路線です。当時運行されていた路面電車タイプの路線、多摩川線の代替という側面もあったものの、大都市近郊の鉄道輸送を担うため、1両あたり20メートルの大型車両、最長10両編成で計画されていました。ルートから企画から、紆余曲折を経たこの路線の動画は、概要欄から見てくださいね。当時渋谷駅周辺には新たにこれだけの路線を通す場所がなく、新玉川線は道路の真下に作られました。並行して今の半蔵門線の計画も進んでいたため、直通運転しやすい位置になっています。
列車の長さは最長で200メートルで、ホームは210メートルが確保されました。周辺施設へのアクセスや機械室などを設けるため、駅の長さは380メートルあり、付随する部分も合わせると487メートルあります。トンネルの幅はおよそ20メートル、この図では省略していますが、交差点の下では最大30メートルです。ホーム自体は道路の下に収めるため、ホーム幅は最大 12.5 メートルと、ちょっと狭めになりました。ホームを含めて3層構造を基本としつつ、国鉄のガードや川を避ける場所では2層構造になっています。駅の中心に東急と営団の所有区分の境があり、同じ駅で使用が混在すると大変なので、全体が営団の使用で建設されました。今では東急にも地下駅が多くありますが、同社で初めての地下駅が渋谷駅を含む新玉川線開業時にできた6駅だったのです。開業からしばらくは東急が管理していたこの駅、1978年8月に半蔵門線が開業した時に営団に管理が移されました。ちなみにこの時開業したのは、2駅隣の青山1丁目まで。半蔵門線は民有地の下を通る場所が多く、沿線で大規模な反対運動が起きて工事が難航し、小刻みな開業を余儀なくされました。当時は営団地下鉄の車両は投入されず、東急から8500系を借りて運行されていました。これには複数の理由があります。鉄道車両には一定の要件に沿った検査が必要で、その間に列車が運休しないよう、車両を多めに確保する必要があります。路線が短いと必要な車両数は減りますが、予備の車両はなくせないので車両が余り気味になり、稼働率が下がって非効率になります。直通先との路線延長のその理由です。直通運転の過程で他社の路線を走った場合、他社に車両を貸し出したとみなし、相手方から使用料を受け取ります。この場合、営団が東急からもらう使用料の方が多く、積み重なるとかなりの不公平になります。さらに大きな理由が、車両基地がなかったことです。今に至るまで、半蔵門線は線内に車両基地がありません。営団地下鉄では、複数の路線のトンネルを地下でつなげて車両の整備を効率化していますが、半蔵門線にはこうしたトンネルもなく、路線が実質的に孤立していました。営団の管理駅になったのに営団の車両が来ない状況は2年余り続きます。結局1980年9月、田園都市線沿いの鷺沼駅の横にあった敷地を東急から譲り受け、営団が鷺沼検車区を開設しました。これで自社の車両を入れられる目処が立ち、翌年4月、営団の新車である8000系の運行が始まりました。一方、当時高架駅だった東横線の渋谷駅は、東急が管理していました。同じ駅で、路線によって管理主体が違っていたのです。双方は改札内で行き来できなかったこと、都心側で並走する銀座線との兼ね合いも理由だったようですが、運営上はいろいろ大変だったようです。ただし今、駅の案内サインや自動放送は東急の仕様になっています。これは、後で足を運ぶ、東横線と副都心線の施設ができたことによるものです。このホームの先頭の階段エスカレーターを上がると、東横線や副都心線へは改札内で乗り換えができません。ホーム後方に進みます。開業時、このホームには全部で5カ所の階段がありました。エスカレーターは開業時からありましたが、エレベーターは後付けです。このホームができた6年ほど後、83年1月には10両編成の運行が始まり、輸送量は増加の一途をたどります。今は休日の朝なので人が少ないですが、都心の拠点駅の割に幅の狭いホームは、ラッシュ時には大混雑になります。あの階段のたもとに当たる8号車は特に混む車両の一つで、かつては田園都市線の5000系に6ドア車が連結されていました。通常よりドアが2つ多い6ドア車は、混雑緩和と定時運行に一定の効果がありましたが、4ドア車も多く残っていたため、同じ号車でもドアの数が異なり、混乱を招くこともありました。その後田園都市線にホームドアを整備することになり、当時の技術ではドアの数が異なる車両に対応するのが難しかったことから、すでに姿を消しています。ただし6ドア車の消滅後も混雑は相変わらずで、特に朝ラッシュはこのありさま。最混雑時間帯の急行をなくし、各駅に止まる列車だけにすることで、追い越しをなくして本数を増やすとともに、混雑を平準化する対応が取られています。また、朝の下り方面では、急行が止まらない駅の利用者が確定を待つためにホームが混雑し、
上り列車の乗客をさばききれない弊害があったため、下り方面も同様のダイヤになりました。実際に数字で見てみると、二子玉川までの急行通過駅である池尻大橋、駒沢大学、桜新町、用賀の各駅にも一定の利用者がいるのがわかります。階段などの配置がこちら。下向きの2つは、東横線や副都心線のホームができるのに伴い、後から付けられたものです。階段を上がります。この上にあるのがハチ公改札です。スクランブル交差点に一番近くて人通りも多いですが、東横線や副都心線へは乗り換えられないので注意が必要です。クレカ決済対応の券売機も設置し始めた東急だけに、切符が入れられる改札機は今や少数派です。なお、この改札機は銀座線への乗り換えに対応しているため、入れた切符が戻ってくることもあります。ただし、隣の表参道駅なら同じホームで乗り換えられるため、ここで両線を乗り継ぐ人は少ないです。一方、ホームの上の階層にも通路があるため、ホームの一番前の改札からも、改札の外を通ってたどり着けます。券売機は東急と東京メトロのものがある一方、東京メトロの領収書が出せない場合があるらしく、係員に頼んで手書きのものを出してもらう必要があるなど、不便なところもあります。休日の朝なのを踏まえても、渋谷駅の中心から遠いので人気がありません。ぐるりと回り込んだ壁面には、駅のインフォメーションボードがあります。渋谷駅が近隣のビルを部分的に取り込んでいるのに加え、すべてが一続きになっているわけではないため、実際は見た目ほど単純ではありません。平面図もありますが、ところどころ通路がクランクしているほか、駅自体が微妙にカーブしているため、方向感覚を失いやすいです。周辺案内もこのボリューム。バスにエレベーター、他の路線への乗り換え動線、縮尺の異なる地図や、近隣施設に近い出口など、東京屈指のダンジョン駅だけに、案内もカオスです。なお、渋谷という地名の通り、駅のあたりは周辺より海抜が低いため、通路には大雨の時に水が流れるのを防ぐ止水板があります。ここからまっすぐ進んだ先にあるのが、先ほど通ったハチ公改札です。この階層は丸ごとリニューアルされており、下のホーム階が開業当時の内装デザインを多く残しているのとは対照的です。券売機はこの手前、向かって右にあります。曲面的な形状からもわかる通り、これは後付けで、倉庫スペースなどが転用されています。一旦先ほどの階段のたもとに戻り、ホームを一番後ろまで進みます。階段エスカレーターの幅を確保するのを優先したため、両側のスペースは激狭になりました。ホームが慢性的に混雑するほか、列車本数が多くて待ち時間が少ないので、ベンチなどはごく限られています。この先で、逆方向の階段エスカレーターが合流です。ただしこの上は先ほどと同じハチ公改札で、東横線と副都心線へは乗り換えられないので、床面には巨大なステッカーがあります。さらに先へと進みます。東横線と副都心線への乗り換え動線はここから先にあるにもかかわらず、ホーム幅が狭くなっていくことも、ラッシュ時の混雑の要因です。このエスカレーターとその先の階段は、乗り換え動線を充実させるために設置されたものです。内装がここだけ違うので、後付けなのがよくわかります。一旦一番先へと進みます。慢性的な混雑は以前から問題になっていたため、東急ではホームと線路の増設を検討していました。向かって左にホームと線路を一つずつ追加するもので、2010年作成の資料にはイメージ図があるほか、2018年に就任した当時の社長も、検討課題としていることを明言しています。ただし、関係先との調整が大変すぎること、事業費が東急だけで賄える金額でないことなどから、具体化の動きはないままです。感染症の流行を経て、田園都市線は以前ほど混まなくなっていることから、このまま実現しないのでしょうか。ホーム後ろ寄りの階段エスカレーターは、2つとも同じ改札につながっています。この先にあるのが、宮益坂中央改札と宮益坂東改札。JR 線と京王井の頭線、そして数年前に移転した銀座線の駅に便利な改札です。階段が狭いのに乗り換え路線は多いという、かなり悩ましい状況です。反対側より階段などの幅が狭いのは、この後ろに上下線をつなぐポイントがあるからです。序盤で触れた渋谷駅折り返し列車は、ポイントの奥まで進んで止まり、それから戻ってきます。あれは下り2番線に直接つながる線路なので、後続の上り列車を足止めすることはないですが、
逆に下り列車を足止めするため、折り返し列車は列車本数の少ない時間帯しか設定できません。なお、折り返し列車は東急の車両だけで運行されるわけではなく、東京メトロの車両で運行されるものもあります。自社の路線に入らず折り返すのは不思議ですが、この両線に限らず、車両使用量の関係で他社の路線だけを走る車両は結構あります。ホーム終端のエスカレーターで上の階層に上がります。この右後ろにあるのが JR 線と井の頭線への乗り換えが便利な宮益坂中央改札です。そして東横線と副都心線のホームとはこの辺りでほぼ直角に交差しており、向かって右に乗り換え動線その1があります。左には乗り換え動線その2があります。そして八甲改札からここまでも同じように上の階層を経由して進めます。壁面いっぱいのポスターだけでなく、デジタルサイネージを使った広告もあります。そしてここ、柱やお店があって視界が遮られるため気づきにくいですが、JR の高架をくぐっている関係上、およそ60メートルにわたって出入り口がありません。このサイネージを繰り返し見ることになるので、広告効果はかなり高そうです。なお、左右の柱はホームにあるものとつながっているため、ホーム幅に合わせて間隔が狭くなっていきます。向かって右にある通路は、JR の駅の改修に合わせて新設されたものです。逆側の券売機も、東横線などへの連絡通路を作るスペースを空ける必要があったため、この奥から移設してきたものです。この改札は場所こそあまり変わっていませんが、改札機が斜めにつながった配置は、開業後のリニューアルによるものです。なお、2004年には営団地下鉄が民営化されて東京メトロになり、駅の管理も同社に継承されました。開業から間もなく50年になる上、ここ数年の大規模改良の影響も受けるため、駅施設は刻一刻と変わります。この改札からは、田園都市線と半蔵門線、そして東横線と副都心線すべてに乗れることから、券売機の反対側に各線の案内があります。ただでさえ複雑な直通ネットワークに加え、直通先各線の停車駅案内が、路線によっては乗り換え案内まで載せているため、相当なカオスぶりです。そしてここで接続する東横線と副都心線の施設の動画は、後編に続きます。ご視聴ありがとうございました。